才能も花も特に何もないし、ただのモブ社会人なんですけど、そんな私に一つの疑問が浮かびまして、正直目標とかもまだないんですけど、それでもその答えが知りたくて毎週ルーティン動画を投稿しています。今週は初日から台風、崩さずに続けられるのか、ご視聴よろしくお願いします。こんな感じで雨が降っていて、ちょっといつもだったらランニング行くんですけど、雨の日はちょっと中止しようかなと思います。走り行きたかった。いけねえんか。今日もランニングをかましていきたいと思いますということを言いたかったんですが、台風が来ているのであえなく諦めました。うわーくそー。朝にランニングに行けない残念な思いを糧に、今日は朝から読書で爆走していきたいと思います。と思ったら iPad の充電が切れていました。なんか調子が狂うわけなんですが、ケーブルをぶっ刺して iPad にカツを入れたら、今日も程よく頭を本で埋め尽くします。外がどれだけ暴風雨だろうと部屋のデスクの上は完全なる無風。これ以上ない読書日和です。今日は不幸中の幸いランニングに行けなかった分朝風の時間がたっぷりあります。朝から暴風雨、iPad は充電切れ。朝から色々と調子は狂わされていますが、不条理なトラブルも含めて今日のルーティン。ここから来る台風に負けないように台風を吹き飛ばすくらいのエンジンをかけて勉強ももりもりやっていきます。次に動画編集もしていきます。Mac の爆速具合に感謝しながらもりもり編集していきます。動画編集中不意に出てくるご飯シーン、気づかないふりをしていましたがめっちゃうまそう。急に被害を受けた飯テロ被害者の会としてさすがに我慢も空腹も限界突破です。何か食べようと思います。まずはおもむろにコーヒーを入れてその辺に転がっていたプロテインバーにかじりつきます。最近今食べているプロテインバーをよく食べています。タンパク質 20g 入っているザバスのプロテインバーなんですが、これマジで味が美味しいんで最近白米の次にこれを食べています。なんか柔らかいというのもポイントが高いんですよね。これプロテインバーって結構釘が打てるんじゃないかこれってくらい硬さしてるやつがあると思うんですけど、これは消しゴムと大福の中間くらいの柔らかさなのでよく食べます。ってな感じで朝活を終えたら今日もサイコパスメガネは仕事を頑張っていきます。ということでね、昼ご飯食べようと思うんですけど、なんかね、先週日曜日にもんじゃ焼き食べたんですけど、家でね、自家製のなんかその時からちょっとなんか気持ち悪くて、なんかもんじゃって普通焼き固めて食うじゃないですか。それができなくて、ドロドロの液体のまま食べたんで、なんかそれが良くなかったのかなっていう、あの時に見たものがまんま出てきそうだなっていうぐらいな感じなんですけど、ちょっとね、なんでさっぱり食いたいなっていうことで、ちょっとさっぱりしたものを食べていきたいと思います。若干の気持ち悪さが残る昼食です。日曜日に食べたもんじゃ焼きが口からハイドロポンプされる前にさっぱりと昼食を済ませたい。そういう時はうどんに限ります。です。うまっ。このさ、冷たいつゆにつけて食べるうどんマジでうまいね。なんなの？あんなに口からもんじゃが出そうだったのに、さっぱりしたうどんを食べた途端もんじゃが腹の中から成仏していきました。これでハイドロポンプじゃなくて水鉄砲ぐらいには抑えられそうです。食後は食器を片付けて食洗機を回していきます。そして気づいたら私の昼休みは終わっていました。さよなら昼休み。ありがとう昼休み。つか昼休み短すぎんだろ。3万時間ぐらいくれ。ということで本日もお疲れ様でした。仕事終わりです。本日もお疲れ様でした。最近フィジカルの衰えなのか、一日の終わりに訪れる何もしたくないという虚無の引力が凄まじすぎます。完全に疲れに飲み込まれています。という最悪のコンディションで開幕する本日の一大不条理、どんより盛り下がりクッキングのお時間です。そんな気分をきれいさっぱりするために今日はキャベツとナスと豚肉のさっぱり炒め的なものを作りたいと思います。そんなどんより盛り下がりクッキングから完成しました。こちらが本日の夕食です。いただきます。まあ今日の出来栄えはまずくもなく美味しくもなく、なんかうまいこと味付けを決められませんでした。まだ我が家の総料理長に就任して日が浅いので、私の想像力に肝心の技量がついてこれませんでした。味付けって一回ミスるともう完全にリカバリーできなくなって毎回積みます。そんな積み野菜炒めを平らげたら今日も夜活を開始したいと思います。毎日コツコツ積み上げる凡人がこちらに映っております。今日もおすすめは亀か亀以外かという状況です。そんな自分を見失ったローランドみたいな発言はできるのに、中身は全くの逆ローランド。世間を引きつける華やかなオーラなど1ミリもなく、ここにいるのはただのモブ人間です。ですが、モブにはモブの意地と謎のやる気だけがあります。派手な一撃を打ってしまうと、見事に反動で消滅してしまうミジンコみたいな体力なので、私は圧倒的な継続力で、時々来る睡魔と仲良く肩を組みながら、今日も地味すぎる努力を淡々と続けていきます。というこ
ことで本日も筋トレしていきたいと思います。見てください。この筋肉見て。どう思った？筋肉とはおよそ縁のない体、仕上がった肉体の疲労を期待した方には大変申し訳ないですが、ここに映っているのはただの現実です。そんな体を見せつけても何の意味もないので、見せつけることはやめましょう。ということで本日も肉体改造計画を進めていきます。ムキムキというよりかは最近の悩み、疲れやすい体を変えたいという一心で再スタートしたわけですが、以前ジムに通っていた時はジムに通うのが面倒になってやめてしまったので、今回はもっと敷居を落として家で継続していきたいと思っています。ですが、さすがに家に通うことが面倒になったら筋トレはやめたいと思います。ということで本日もお疲れ様でした。風呂に入って寝ようと思います。皆さん、おやすみなさい。おはようございます。2日目です。今日もいい感じに起床できたので朝活をやっていきます。まずは身支度からしていきます。なんか気づいたらコナン君の後頭部の毛みたいなやつが生えてますね。この意味不明な寝癖を直したら今日もここから始めていきましょう。なんか最近ドンテンを引き当てることに無事成功しているわしです。ドンテンはランニング日和です。ここから7月8月と暑さ本番、日光ガン刺さりな時期になってきたら本当にどうやってランニングしよう。逆に夜にランニングするのもありかもしれませんが、全身真っ黒で黒い棒みたいなものを持って走っているやつがいたら、これはどう見ても不審者です。あとは早朝に走るしかありませんが、早朝なんていう時間に起きてしまったら道端で寝てしまう可能性があるので、こちらもどう見ても不審者です。やはり暑さに耐えながら走るしかなさそうですが、そうなったらもうエアコンを持ち歩いて走るしかありませんが、これもどう見ても不審者です。なんかどうあがいても不審者なんですけど、暑さに耐えながらランニングするか鍛えまくってエアコンを持ち歩くしかなさそうです。ということで、もしエアコンを持ち歩いて走っている人がいても、それは私なので優しい顔で応援してあげてください。ということで朝のランニングは以上です。お疲れ様でした。帰ってきたら洗濯機に洗い物をぶち込んで農場の様子を見に行きます。気づいたらめちゃくちゃなってるじゃないのこれ。全然色づきはしないけど大豊作な予感です。これでトマトパーティーをするのが待ちきれません。いつも通りシャワーで放水作業を行ったら元気に出社したいと思います。頑張るぞ。今週も皆さんお疲れ様でした。ということで今週ももう気づいたらボロボロです。しかしここで動力が切れて何もやらぬのは無作法というもの。普通から毛が生えてるくらいの努力はしていきます。今日はこの後外でご飯を食べる約束があるので、そこに向けて先に作業をしていきます。始めた直後はお腹はいい感じだったんですが、徐々に空腹が限界を迎えてきました。マジで腹減った。今なら iPad とか食べれるんじゃないかな。腹減りすぎて。この野菜ジュースで上をしのぎます。お腹が減るとマジで元気がなくなって、しまいには尻滅裂な言動が増えてくる男がこちらです。ですがこの後絶対にうまい飯が確約されているので、それを代価に努力を捻出します。頭の中に今あるのは飯、うまい飯、飯食うです。完全に単細胞生物になり下がった思考でできる作業を進めていきます。体のバッテリーが赤色に点滅し、思考が限界突破。だけどそんな限界のコンディションすらも1週間のルーティンの一部です。空腹のノイズを集中力に変える。終わらせるべきものを全て終わらせて、すっきりした脳で最高の夕食にありつきたいと思います。今からちょっと筋トレだけやってね、行こうと思います。そんなこんなで何を血迷ったのか筋トレまでしてしまいました。なんか筋トレってやった後気分いいんですよね。よくわかんないんですけど何なんですかねあれ。やる直前は二度とあんな重いもん持たん。重いもの持って何が楽しいだって感じですが、一回やってみたらあら不思議。めっちゃ気分いい最高って感じで、人変わったってぐらい思考が変わります。問題は行動に移す直線だけで、ダンベルを持ったらもうこっちのもんです。最初の一歩を踏み出す瞬間に私の全エネルギーの8割を消費しているので長時間筋トレができないんですが、残り2割で得られる高揚感が癖になります。ということで今日の最高の晩餐は寿司です。いやもうね、寿司最高でしょ。寿司は無限です。正直毎日食えるもん何かなって思うと結構リアルに寿司かもしれません。あと最近ハマっているのはスシローのシーサラダです。前までいやシーサラダってみたいな感じで軽視していたんですが、スシローのシーサラダマジでうますぎる。
全国のシーサラダ好きの皆さん、本当にすみませんでした。私もそちら側に行きます。サラダうますぎるだろ。今日の寿司を食べたことで今週の努力が全て報われた気がしました。寿司を発明した偉大な人に感謝します。ということで今週もここまでご視聴いただきありがとうございました。地味なモグ人間のルーティンはこれからも続いていきます。また来週日曜17時にお会いしましょう。おやすみなさい。